はい、さそり座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターナです。いつも動画のご視聴本当にありがとうございます。今回は5月1日から5月20日までの星の流れとタロットリーディングをさせていただきます。よろしくお願いします。いきますね。12星座共通になりますけれども、5月のエネルギー解説をした動画が別にありますので、そちらまだご覧になってない方はぜひそちらもご覧になってみてください。では行きます。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。裏はマジシャンですね。はい、カップの6、ペンタクルスの2の逆、ペンタクルスエース逆、ソード2の逆、ソード7、ワンド5の逆、カップの10です。気をつけることや対策が、ペンタクルスの3とストレングスとオラクルはじゃん、ペンタクルスの6ですね。いいですね。なんかバランス取れててね。はい、ちょっと星で見た時に今はね4月の末のところでも言ったかもしれないんですけど、非常にパートナー運とか人との関係性が今際立っています。光がそこに灯ってるっていうのかな。なので誰かとの関係性や自分が人と向き合っていきたいとか関わっていきたいっていう思いが強くなったりとかしやすいんですね。でさらにその4月の26日以降っていうのは、そういう人とのつながりの深いところの信頼を築けてますかとか、こう目に見えない部分の恩恵ですねがいっぱいつながっている時だよっていう、そこに一応エネルギーが変わっていったわけです。でそうですね、5月のその2日の満月っていうのはさそり座で起こる満月なので、本当にさそり座さんが今何を望んでいるのか、自分の本心感情ですね、特に誰かに対しての思いかもしれないし、こう人を通して刺激を受けて自分の本心に気がつくっていうようなのが、5月の2日の満月なわけです。でもこれ悪いわけじゃないんですよ。1日2日あたりって非常に愛情が豊かだよっていうエネルギーもあるので、その中で自分の本当は私この人に対してこうジェラシーを感じていたんだとか、本当は怒ってたけど実は寂しかったんだとか、なんかそういう深いところもあったかもしれないし、逆もありきでね、この人と一緒にいたいと思ったけど違ってたんだみたいなこともあるかもしれないし、何かそういうの気がつくんじゃないかなとは思いますよ。そして5月の11日がちょっと私が個人的にね、この日とてもポイントの日だなって思ってる日が5月11日なんですけど、これがなんだかそのさそり座さんがその誰と関わっていくのかとか、どんな自己表現をしていくのかっていう時のヒントになるなって思いました。これはパートナーシップもそうだし、あと人間関係においてもなんかとてもこれはヒントな感じがしますよ。ちょっと幅広すぎてちょっと言いにくいんですけどね。それはもう5月の1日2日から10日ぐらいまでの間にこう何が自分の中で広がってるのかっていうのを感じていただいた上で、確かに応援されてるなとか信頼されてるなとか、いろんなところですごく自分がいい意味で引っ張られてるなっていう思いがあったとしたら、その中で自分は何を表現したいんだろう、その中で自分はどんな喜びを感じたいんだろうっていう自分の喜びや自分の表現というところにおそらくヒントが隠されているので、それに意識を向けてもらうと5月11日とってもいい気づきになると思います。でその後に5月17日が新月なんですけど、この新月もさそり座さんにとってはとってもパートナーシップいいので、契約でもいいしお仕事の契約でもいいしプライベートな関係性でもいいので、とってもなんかいい形に収まるように意図していただいたらいいと思います。実際そうなるんじゃないかなと思います。カードで見てもですね、やはりなんだか優しいなって感じがしてます私は。入り口がカップの6ということで、とても誰かに対して献身的に何かをしてあげたいとか優しくしてあげたいもそうだし、チャンスがあれば与えてあげたいみたいなとてもさそり座さんのいいエネルギーですね。こう誰かに尽くしてあげたいっていうのもそうだし、サポートしてあげたいとか応援してあげたいっていう気持ちが強くなってる気がします。すごく優しいし、この感覚大事だと思うんですよね。この感覚でいることによって幸せが増幅するみたいな感じがするし、何よりもなんか自分が心地いい感覚になりそうな気がするので、さそり座さんがねとてもいいです。そしてこれまでの間
何か自分が大事だと思っていたものがちょっと若干ひっくり返ったりとか、やり方が変わったり方法が変わったりしたみたいなことはあったかもしれませんが、でもそれって失ってることとは全然違いますよねみたいな、違う形で自分が手にできるように調整されてその形になってやってきてますよねっていうメッセージもあれば、ただ今この瞬間っていうのはやっぱりこう人との関係が強調されてたりとか、信頼関係っていうところに一番強い光が来てるので、自分自身が他者を信頼できるのかっていうのは試されてるんですよね。だからこそ誰かに優しくしてあげたいって思いはとってもいいんですけど、自分自身は少しいい意味での調整が行われているかもしれません。ちょっとこれまで感じたことのないような何かを感じて、あれ私おかしいみたいな感じで思ったりとか、今までは全然調子よく寝れてたのになんかあんまり最近寝れないぞとか、そういうことかもしれないし、なんか今まで気にしなかったことをやけに気にしてしまうなとか、そういうことがあるかもしれません。でもし何か気になっていることがあるなら、それはですね、今とってもこの対人関係というところが開かれているからこそ、思い切って連絡をしてみるとか、正直な気持ちを打ち明けてみるとかっていうのはとってもいいと思いますよ。ご自身がとにかく落ち着く、とっても自分の中で悶々としてた堂々巡りだったことっていうものがちょっと気になるんだけど、ちょっと後ろ髪引かれるんだけど、なんか言ってみることでバランスが取れる感じがするんですね。ここでソードの7とかワンドの5っていうのが出ているので、なんか素直にいけないっていうのかな、誰かを気にして何かを言えないって感じあるんですけど、でもそしてなんか外側から来るのを待ってるって感じはあるんですが、どっちでもいいですよ。待ってもいいし、でも私的にはさそり座さん今開かれてる時だから自分の願いを言っていってもいいんじゃないですかって感じがします。なぜならばその後やっぱりカップの10ということでとっても落ち着いているからです。幸せを感じてる、ああよかったっていう感じになっているので、いいところに落ち着くなって思いますし、あとね、対策として言われてる、気をつけることは対策として言われてるのがペンタクルスの3というカードと、あとこの女帝じゃないストレングスというカードなので、とっても誰かと関わることによって自分の知識や経験ってもっと磨かれていくっていう感じもありますし、生かされていくっていうのもあれば、そして不可能を可能にするよっていうカードも出ているので、愛の力でね、その技術があるとかどれだけお金を持っているとかではなく、それぞれの持っている愛の力で現実を作っていくよみたいな感じのメッセージなわけです。だから誰かと協力して何かをやっていくっていうのがとってもできる時だし、さそり座さんがなんかそうしてあげたくなってるのかもしれませんね。オラクルもペンタクルスの6ということで、非常に慈悲深い感じです。チャンスがあったら与えてあげるだし、自分にできることは何かしてあげるだしっていう、やってあげることが幸せみたいな、そんな感じもあるので、とてもバランスが取れてるんです。で他者との関係もいいです。で星で見ても他者との関係いいので、もし本当に何か引っかかってることがあるとしたら、なんかそれを思い切って開示してみることでスーッと何の争いもなくスーッと解消されるみたいな感じがありますね。ちょっとお仕事のことを見てみましょうか。仕事、スターいいですね。おお、節制、どっちも大アルカンですよ。そしてワンドのキング、仕事運とってもいいです。さっき見たような、なんか誰かと協力し合って自分の技術を磨いたり、自分のその知識をもっと洗練させていったりとか、何かの形にしていくみたいな運があるので、お仕事としてやりたいことがあるならぜひ取り組んでみてください。今ならいくらでもできるって感じがする。でこれまでやってダメだったことももう一回ちゃんとやり直しも効くし、自分の理想の形に持っていくことができるし、なおかつ無理だと思ってたところに手が届くっていうのも出てるので、仕事めちゃくちゃいいですから、思う存分好きなように頑張ってみてください。いい結果出せると思いますよ。頑張れるね、この時はね。そして、人間関係見てみますね。人間関係もね、もちろん良さそうですけれどもね。ワンドの4、節制まだ出ましたね。ワンドのキングということで、人間関係も何の心配もないって感じです。むしろワンドの4っていうのは本当に受け入れられているとか幸せでいるとか、結婚式を挙げてるみたいな感じのカードなんですけど、本当に仲間と一緒に楽しんでるっていうふうにも言えるし、
争いがないんですよ。とにかくなんだかこの時期、そして喜んでるし、なおかつ自分の中でどうなのかなって、白黒つけたいなって思ってたような関係性の人も、まあそんなに白黒つけなくてもいいかみたいな気持ちになったりして、それぞれの相手のいいところを見れる感じがします。でちゃんと進んでいくって感じが出てますね。ワンドのキングも出てるので、人と関わることによって自分の情熱がもう一度盛り上がるとか、だからどうしようかなと思ってた関係性の人に関してはもう一回会うことでまた盛り上がるみたいな感じがあります。いいです。とっても、まあ感情に関しては全体のところで出たねカップの10っていうのがあるので、ちゃんと落ち着くんだなって感じがしますよ。いかがでしょうか。このメッセージ何か役に立ったよとか分かりましたという方は、ぜひいいねボタンやチャンネル登録やコメントで教えてください。ちょっとじゃあ最後にオラクルカードを引いてみますね。5月のさそり座さん、これかな。いいですね。これどうでしょうか。エレメンツというかカードが出ました。皆さんも直感でメッセージ受け取ってくださいね。なんかとってもシンプルにナチュラルに整っていくって感じがします。自然界にあるものが自然界にあるものって何かをどうこうしようとかじゃなくて、ただ自然としてそこにあるものって感じじゃないですか。なのでさそり座さんもおそらく今これだけなんか生かされてるっていうのは、ただ自然に自分が身につけているものとか、自分の良さとか、自分の本当の光とか愛情とかっていうものがちゃんといい形でバランス取れて、いろんな人とつながるんじゃないかなって感じがしました。はい、ということで今回も最後までご視聴ありがとうございました。いい時間をお過ごしください。失礼します。